川区の人、地域、世代をつなぐ区民による魅力発信ウェブマガジンつなごう品川。今回ご紹介するのは花町大井海岸の文化を守り絶やさぬよう尽力されているこちらのお二人、松野谷栄太郎さんと吉野谷昇さんです。吉野家のおかみさんが私の母親でありまして、小さい時にもう本当に今は芸者数少なくなっておりますので、それこそ猫の手も借りたいという環境の中で、男性であったんですけれども、母を手伝うことのために芸者衆としてやらさせていただいたのが初めてでございました。母が47歳で他界をするんですけれども、私が23で妹がまだ高校生だったので、私が後を継ぐということになりました。その時には辞めるという気持ちは1ミリもなく、この商売を少しでも次につなげていって未来につなげていくっていうことを一生懸命考えてやってましたね。大井海岸芸者っていうふうに私は名乗っているんですけど、もともと今でいう大森海岸っていう場所にあった地域の名前ですね。今は名前は変わっちゃってる、残ってないけど、それを残していこうっていうのが、私たちのまずやっていることです。置屋の娘に生まれまして、私もその芸者になりたいってことを母に告げましたら、その時心臓が弱かったものでね、あんたにはできないと言われて、そんな時にある日、もう暮れだったんですね。でものすごく忙しかったらしくて、暮れの間だけでもね、座ってるだけでもいいんだから出してあげなさいよって大きいお姉さんが酔っ払ってうちの母に言ってくれたんですよ。そのうち忙しいもんだから毎日のようにお仕事をいただいて今に至りました。料亭さんがもう相当30軒40軒ぐらいあったんですね。で今第一京浜国道沿いにある10何階建てのマンションが全部料亭だったんですよ。芸者衆が200、300人いましたね。夕方になると芸者衆を乗せたこういう人力車が何台も行き交ってるようなとこ、入り口にはアーチがありまして、大井海岸花町って書いて、夜になるともうチカ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 しててね、もうそれはちょっと今想像できないと思います。踊りの稽古場でお邪魔したのが一番最初ですかね。そうですね。マリコちゃんが連れてきてね。そうですね。まだ栄太郎さんのお母さんがご存命の頃に、私の浮世に所属してたんですね。マリコちゃんはとってもパワフルでね、キャラクターが豊かな子でした。一番大好きだったのは、すごく前向きでね、ポジティブで、随分励まされましたよ、本当に。やっぱりその大きな料亭さんが辞めたりとか、芸者数が少なくなったりとか、その時にでもマンションもまた料亭にしましょうよなんて、とってもできないだろうなと思うことをやらなきゃダメですよ、思ってるだけじゃなんて言ってね。それこそ本当にビルを料亭に変えようっていう気持ちで、今も私たちもそういうふうに思ってやってますし。DNA ですよ。そうです。私だって今桶屋の女将やらせてもらってまだ10年。お母さんはもう何年になります？企業秘密。企業秘密か。でも本当に私なんかも考えられないぐらい長くやられていると思うんですけど、やっぱりおかみさんが増えるためにはっていうことをもうちょっと考えなきゃ先にいけないのかなっていうふうに、そうですよね。独立させていかなきゃいけないというか、その子たちが自分でお客さんを取って、やっぱりこの大森海岸だったり、大井海岸という場所に貢献してくれるおかみさんになって一花咲かせてくれる子が育っていかなきゃいけないかな。そうですね。花町の後を歩く2人からは伝統を時代につなげていく決意にあふれていました。次の品川区民は屋形船船生さんの伊藤社長です。よろしくお願いします。